GT750 のモーターはダイレクトドライブです。ダイレクトドライブの課題にコギングトルクによるワウフラッターと振動がありました。まずワウフラッターですが、人間の検知限界からすると実用的には 0.1% で十分です。このプレイヤーのスペックは 0.006% ですから十分すぎる性能です。ワウフラッターはレコードの変身でも出ますから、これ以上プラッターを重くするのは無意味です。モーターの振動はどうでしょう。テーブルに針を接触させてモーターを回転させると、モーターの振動を見ることができます。出ていますね。このノイズは回転を維持するためのサーボが原因です。スイッチを切るとノイズが消えて、軸受けだけのノイズを見ることができます。こちらは全く問題ありません。DD モーターは針を近づけるとノイズが乗るという噂があります。ついでにこれを確かめてみます。センターに近づけるとわずかに乗りますが、全く問題ないレベルです。このグラフは今のノイズを無音溝と比べた結果です。無音溝というのは信号が記録されていない溝を針が擦った時のノイズです。モーターのノイズがこの線より下にあれば問題ありませんが、セーフですね。サーボのノイズはプラッターの重さに比例すると考えられます。重ければ重いほど大きな電流が必要になりますから、重いほどいいとは限りません。テクニクス SL1200 のプラッターは 2kg でした。このあたりが DD モーターの最適解かもしれません。プラッターの面ブレを見てみましょう。だいたい 0.12mm ですね。このレベルは目に見えません。機械加工精度の高さがうかがえます。トーンアームにはいくつかの共振点がありますが、一番の問題は感知レバーとアームの感性で決まる共振です。アームが重すぎるとレコードの反りや変振と重なって振動が増えます。逆に軽すぎるとレコードに記録された溝のうねりに追従してしまってまともな再生ができません。つまりアームは重すぎても軽すぎても具合が悪いというわけです。重すぎず軽すぎない重さの最適値はアームの共振周波数が 10Hz 前後になる値です。ランダムノイズが記録されたレコードを使って実際の共振周波数を確認します。9Hz のピークがアームの共振です。最適値に近い値になっています。アームの重さにはシェルとカートリッジが含まれています。カートリッジを変えたときに共振が 10Hz になるように調節するといっても難しそうですね。アームには重さの適用範囲が規定されています。この範囲で使えば 10Hz から大きく外れません。ただしこの適用範囲は付属のシェルを使った場合です。シェルを変えた場合は重さの違いを計算に入れる必要があります。GT750 に付属するシェルの重さは 14g です。いろいろな重さのカートリッジに対応できるように重さの違うシェルを用意しておくといいでしょう。アームのパイプは合成が高いほど良いと言われていますが、本当でしょうか。アームにはパイプ自身の共振があります。
これは GT750 のアームを打撃して共振を調べている様子です。目立った共振はないですね。アームの剛性をいくら高くしても過聴域を超えて高くすることはできません。かえって共振のピークが増えてしまう可能性があります。アームについては剛性よりも目立つ共振がないことの方が重要です。インサイドフォースというのは針が内側に引っ張られる力のことです。この力が強いと針や溝が変摩耗したり針飛びが起こると言われています。インサイドフォースキャンセラーはアームを外側に引っ張ってこの力を相殺する仕組みです。アンチスケーティングと呼ぶこともあります。このトーンアームは糸釣り式なので調整が面倒ですね。これをいちいち調整する意味はあるのでしょうか。このアームはダイヤルで引っ張りを調節できる機能がついていますので、これを使って実際の様子を観察します。引っ張りの力は0から3までのメモリの範囲で調節できます。カートリッジはシュアーの M44G を使います。カンチレバーの付け根が柔らかくできているので、実際の様子がよく見えます。どうでしょう。ダイヤルを回すとアームが外側に引っ張られてカンチレバーが根元から曲がります。これは極端な例です。実際は少しかけるだけで力が釣り合いますから曲がって見えることはないと思います。インサイドフォースで左右の音にアンバランスができるという話があります。これを確認します。これはダイヤルを変えながらレベルを観察した結果です。全く変化ありません。それより左右のバランスが揃っていません。この程度の誤差は普通なので気にしても仕方がないと言えます。インサイドフォースの主な原因はトラッキングエラーです。例えばこのモデルのオプションにストレートアームがあります。これを使うとこのアームの5倍のインサイドフォースが発生します。ストレートアームはいろんな面で最も音を悪くしそうな形ですが、実際に音が悪くなったという話を聞きません。S 字アームのインサイドフォースはこんな小さな重りで間に合うくらいのわずかなものです。溝や針を摩耗させるとは考えにくいですね。S 字アームのインサイドフォースキャンセラーは必要ないでしょう。むしろない方が針を落とすとき位置がずれなくなって使いやすくなると思います。GT750 の結論は次の通りです。CD の発売後に登場したこのプレイヤーは、それまでの技術を結集して作られたアナログプレイヤーの一つの完成形です。手堅い構成でまとめられたこのデザインは見た目に美しいです。どっしりとした迫力ある見た目は音楽を聴く道具としての魅力にあふれています。プレイヤーとしてのスペックは頂点に達しています。特にワウフラッターは最高のレベルにあります。明らかに過剰スペックですが、これも一つの商品価値と言えるでしょう。GT シリーズで共通して使えるたくさんのオプションパーツが用意されていました。拡張性が高いこともこの商品の魅力の一つです。これが当時6キュッパで売られていたとは驚きです。現代ではありえないですね。このシリーズは発売から40年になりますが、メンテが必要な部分はアームリフターのオイルくらいでしょうか。中古市場で人気があって、状態のいいものは定価に近い値段で取引されているようです。
750の基本的な作りは上位機種と同じです。750は昔も今も超お買い得品であることに違いありません。ご視聴ありがとうございました。